That's Samurai Ken's channel. はい、こんにちは。サムライケンです。もうすぐ6月という時期になりましたが、その時期に、いろいろ次期 iPhone についての情報が舞い込んできてます。ガセも含めてですけどね。そこでほぼ確実であろうと思われる、次期 iPhone の姿を少しまとめてみました。まず一応今回は4つ挙げました。80% 以上確実だろうと思われる4つの点を今回は言っていきたいと思います。まず1つ目は、ほぼもう OLED、つまり、有機 EL ディスプレイになるんじゃないかと。これはまあね、ほぼ 80% 以上確実ではないでしょうか。この OLED になることによって、いくつか次期 iPhone にとっていいことが出てきます。一つがベゼルレスですね。こういう周りが、ほぼなくなる。それから液晶の画面に対して本体の大きさが小型化する。バッテリーが長持ちする。こういったことが可能になってきます。液晶は有機 EL ディスプレイになるだろうというのがほぼ確実だと思います。では、二つ目です。ほぼベゼルレスになるであろう。それはちょっと私がピクセルメーターで合成した写真があります。見てください。どうぞ。こんな感じですね。一応、上と下にあるベゼルがすごい狭くなってますよね。こんな感じになるんじゃないかと。で、一応、私の希望としては、タッチセンサー ID が液晶の中につくと。そういうことでこんな風な画像を作ってみました。ベゼルレスになるとは言ってもですね、表面にある、カメラ、インカメラですね。そして、電話をするときに、音声が出てくるスピーカー。これですね。これと、それから、ここのカメラ。これが、やはりある程度、こういうベゼルが必要ですので、この部分はもうちょっと狭くなるかもしれませんが、残ると思うんですよね。下の方は限りなくきっと狭くなると思います。では、3つ目です。指紋認証センサー、つまりタッチ ID センサー。これは、この iPhone の液晶に組み込まれるのではないかと。私は組み込まれる方が有望だと。実現性が高いと思っています。もちろん、組み込む、この液晶にタッチセンサーを組み込むっていうのは相当クリアしなければならない問題があるんだそうですが、アップルさんですからね、この液晶に組み込まないで、背面に、センサーをつけるっていうようなね、ちょっとセンスのない、イノベーションのないやり方はしないんじゃないかと。アップルさんですから、これはね、もう10周年記念して、裏ではなくてこの表に、バーンとね、今までのスマホで初めて表にタッチセンサーがつくんじゃないかと思います。っていうか、つけてほしいです。ぜひその辺の問題はクリアしてつけてください。もうね、6月になると結局生産がもう始まるはずですから、もう決まってるはずなんですね。私はタッチセンサーは表につけと期待と同時に確実性はそちらの方があると思ってます。では、4つ目ですね。4つ目はアウトカメラのレンズが、次期 iPhone では縦長のデュアルレンズになるというのがほぼ 80% 以上確実だと思います。この頃ですね、つい最近ですけれども、次期 iPhone の金型がリークされました。実際の金型か、あるいはケースの金型かわかりません。あるいは全くのガセの金型かわかりませんが、いろんなところからの情報が
やはり縦長のデュアルカメラ、それを言うところが多いですから、きっと 80% 以上縦長のデュアルカメラになるんじゃないかと思ってます。じゃあ、なぜ縦長にするんでしょうかね。こんな感じですね。見てください。次期 iPhone ではこんな風になるということですね。これも、ピクセルメーターで合成しました。ではですね、なぜこんな風に縦長にする必要があるんでしょうか。私はエンジニアでもなければ専門家でもないんで、想像でしか言えませんけれども、カメラを横にして写真を撮るときに、今ですとこのレンズが縦ですよね。横にすると縦になっちゃいます。ところが、縦長のデュアルレンズにすると、横にすると横向きになりますよね。考えられるのは、物を立体的に捉えるためには、人間の目のように左右というか横並びにあった方が立体を捉えやすいと思うんですね。縦よりも。ということは、将来的に例えば、AR 拡張現実ですね。例えば今ポケモン GO のポケモンが、外の風景の中に現れますよね。簡単に言えばあんな感じとか、あるいは MR、これは複合現実とか言うんだそうですが、これもポケモンをもうちょっとうまく現実と見分けがつかないぐらい、現実の中に、そうですね、仮想のものが組み込まれている状態ですね。そういったものにデュアルレンズを使って、そういうものの用途に使っていくんじゃないかと。そういうふうになってほしいなと思ってます。単にバッテリーのスペースのためとか、あるいはセンサーとかね、そういったスペースを取るために単に縦長になっただけかもしれませんが、それだけじゃないような気がします。以上、ほぼ確実にこうなるだろうという姿を4点挙げてみました。外れている場合もあると思いますけども、誰にでもある程度は考えつくことじゃないかなと思います。6月に入ると WWDC というね、Apple の、特にこの場合はソフトウェア関連のね、発表がありますが、6月、7月と本当に次期 iPhone の姿がはっきり出てくると思います。それを楽しみにしながら、この辺でさらばでござる。